こんにちは、副業先生です。副業の代名詞とも言われるネットワークビジネス、一般的に MLM、マルチレベルマーケティングとも呼ばれるネットワークビジネスの会社について、歴史や商品、社会貢献活動、報酬プラン、さらに抱える課題を分かりやすく解説していきますので、興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしい会社があればコメント欄へお願いします。それでは今回のテーマは、特定商取引法に関する法律について徹底解説していきます。特商法とは何か？まず、特商法とは特定商取引に関する法律の略で、消費者保護を目的とした法律です。この法律は、消費者が商品やサービスを購入する際に不当な取引から守るために設けられました。具体的には、販売方法に関する規制や、消費者が取引後に契約を解除できる権利を保障しています。特商法が適用される取引には、訪問販売、通信販売、電話勧誘、販売、特定継続的役務提供、訪問購入、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法などがあります。特商法の歴史について、特商法は消費者保護を目的として、その時々の社会状況や消費者問題に対応するために改正が繰り返されてきました。特商法の成立から現在までの歴史的な変遷を主な出来事とともに紹介します。特商法の成立と初期の歴史。特商法の前身訪問販売法の成立。1976年、特商法の前身は1976年に制定された訪問販売に関する法律、訪問販売法です。この法律は訪問販売の普及とともに増加した消費者被害に対応するために成立しました。訪問販売法は訪問販売に関する取引の規制を行い、消費者が不当な取引から保護されることを目的としていました。訪問販売法では、訪問販売における事前説明義務や契約書面の交付義務、クーリングオフ制度などが定められました。これにより、訪問販売における消費者保護が強化されました。訪問販売法から特商法へ。1986年、1986年、訪問販売法が大幅に改正され、特定商取引に関する法律、特商法に名称が変更されました。この改正の背景には、訪問販売だけでなく、通信販売や電話勧誘販売など、新しい取引形態の普及がありました。特商法では、訪問販売だけでなく、通信販売や電話勧誘、販売、連鎖販売取引、マルチ商法、特定継続的役務提供、訪問購入など、多岐にわたる取引形態が規制対象となりました。この改正により、消費者保護の範囲が大幅に拡大されました。特商法の主要な改正。1994年の改正。1994年には、特商法の改正が行われ、連鎖販売取引、マルチ商法に対する規制が強化されました。この改正では、次のような規制が導入されました。勧誘の際の事前説明義務の強化、契約書面の詳細な記載事項の追加、クーリングオフ期間の延長。この改正により、連鎖販売取引における消費者保護がさらに強化されました。2000年の改正。2000年には、特商法が再度改正され、インターネットの普及に対応するための規制が導入されました。この改正では、特に通信販売に関する規制が強化されました。具体的には、次のような規制が導入されました。インターネットを利用した通信販売における事前説明義務の強化、消費者が契約内容を確認できる仕組みの整備、クーリングオフ制度の適用範囲の拡大。この改正により、インターネットを利用した取引における消費者保護が強化されました。2004年の改正。2004年には、特商法が改正され、悪質な訪問販売や電話勧誘販売に対する規制が強化されました。この改正では、次のような規制が導入されました。不適切な勧誘行為に対する罰則の強化、訪問販売や電話勧誘販売における事前説明義務の厳格化、クーリングオフ期間の延長。この改正により、訪問販売や電話勧誘販売における消費者保護がさらに強化されました。2008年の改正。2008年には、特商法が再度改正され、訪問購入、リバースモーゲージに関する規制が導入されました。この改正では、訪問購入における事前説明義務や契約書面の交付義務、クーリングオフ制度が定められました。この改正により、新たな取引形態における消費者保護が強化されました。
2013年の改正。2013年には特商法が改正され、特に高齢者や障害者など社会的弱者に対する保護が強化されました。高齢者や障害者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売に対する特別な規制、社会的弱者を保護するための事前説明義務の強化、社会的弱者を対象とした取引におけるクーリングオフ期間の延長。この改正により、特に社会的弱者に対する消費者保護が強化されました。2016年の改正。2016年には特商法が改正され、悪質な事業者に対する罰則が強化されました。不適切な勧誘行為に対する罰則の大幅な強化、悪質な事業者に対する業務停止命令の強化、悪質な事業者に対する罰金刑の引き上げ。この改正により、悪質な事業者に対する抑止力が強化されました。現在の特商法。現在の特商法は、消費者保護のために多岐にわたる取引形態を規制しています。これには、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入、連鎖販売取引、マルチ商法などが含まれます。特商法の規制内容は、消費者の権利を守るために事前説明義務や契約書面の交付義務、クーリングオフ制度などを設けています。また、悪質な事業者に対する罰則も強化されており、消費者保護のための強力な手段となっています。ネットワークビジネスと特商法。ネットワークビジネスは、連鎖販売取引、マルチレベルマーケティング、MLM とも呼ばれ、特商法の対象となる販売形態の一つです。このビジネスモデルでは、商品やサービスを販売するだけでなく、他の人を勧誘してネットワークを広げ、そのネットワーク全体の売り上げに対して報酬が支払われます。特商法は、このような取引に対して特定の規制を設けています。これにより、勧誘された人が不利益を被らないようにすることが目的です。特商法が規制する具体的な内容には以下があります。勧誘方法の規制、事前説明義務、契約書面の交付義務、クーリングオフ制度。1、勧誘方法の規制。特商法では、勧誘の際に消費者を欺いたり、圧力をかけたりすることを禁止しています。具体的な行為として、勧誘の際に事実を偽ること、誇大広告を行うこと、消費者の意思を無視して執拗に勧誘すること、例えば、ネットワークビジネスにおいて確実に儲かるリスクはないなどといった誇張した表現を用いることは違法です。また、勧誘を断る意向を示した消費者に対して何度も電話をかけたり訪問したりすることも禁止されています。2、事前説明義務。勧誘者は消費者に対して契約の内容や取引条件を事前に説明する義務があります。商品やサービスの内容、価格や支払い条件、返品や解約の条件、契約の拘束力やクーリングオフの権利、これらの情報を正確に伝えない場合、特商法違反となります。また、説明が不十分だった場合、消費者はその後も契約を取り消すことができます。3、契約書面の交付義務。契約が成立した際には、勧誘者は消費者に対して契約書面を交付する義務があります。この書面には、契約の詳細や取引条件が明記されていなければなりません。具体的には次の情報が含まれます。契約の日時、契約者の氏名や住所、商品やサービスの詳細、価格や支払い方法、クーリングオフの方法、この契約書面を交付しない場合や、記載事項が不十分な場合も特商法違反となります。4、クーリングオフ制度。クーリングオフとは、消費者が一定期間内に契約を無条件で解除できる制度です。ネットワークビジネスでは、契約書面を受け取った日から20日間はクーリングオフが認められています。この期間内であれば、消費者は理由を問わず契約を解除できます。クーリングオフの手続きは、書面で行う必要があります。具体的には、契約書面の交付日から20日以内に、書面で契約解除の意思を伝えることが求められます。郵送する場合は、簡易書留や内容証明郵便を利用することで、送付の事実を証明できます。特商法の具体的なケーススタディ。ケース1、誤った情報による勧誘。A さんは友人からこのネットワークビジネスに参加すれば、毎月10万円以上の収入が確実に得られると勧誘されました。しかし、実際にはそのような収入が確実に得られる保証はなく、A さんは契約後にその事実を知りました。このケースでは、友人の勧誘行為が特商法に違反しています。
誇大な広告や誤った情報を用いて消費者を勧誘することは禁じられているため、A さんは契約を取り消すことができます。ケース2、契約書面の不交付。 B さんはネットワークビジネスに参加する契約を結びましたが、契約書面を受け取っていませんでした。その後、B さんはビジネスの実態に疑問を抱き、契約を解除したいと考えました。このケースでは、勧誘者が契約書面を交付していないため、特商法違反となります。B さんは契約書面の不交付を理由に契約を解除することができます。ケース3、クーリングオフの行使。C さんはネットワークビジネスの契約を結びましたが、契約後に不安を感じ、契約を解除したいと思いました。契約書面を受け取った日から15日目に C さんはクーリングオフの意思を示す書面を勧誘者に郵送しました。このケースでは C さんは特商法で認められているクーリングオフの権利を行使しています。契約書面を受け取った日から20日以内であれば無条件で契約を解除できるため C さんの契約解除は有効です。特商法の違反に対する罰則。特商法に違反した場合、事業者には厳しい罰則が課されます。具体的にこのような罰則があります。業務停止命令、業務改善命令、罰金刑、刑事罰、懲役刑など、例えば、誤った情報で消費者を勧誘したり、契約書面を交付しなかった場合、事業者は業務停止命令や罰金刑を受けることがあります。さらに、悪質な場合には刑事罰が課されることもあります。まとめ。特商法は消費者を保護するための重要な法律です。ネットワークビジネスにおいても、この法律を遵守することが求められます。特商法の規制内容や消費者の権利を理解し、適切な取引を行うことが、ビジネスの信頼性を高めるために必要です。特商法は、消費者保護のために1976年に訪問販売法として成立し、その後も社会の変化や新しい取引形態の出現に対応するためにたびたび改正されてきました。1986年に特商法として大幅改正されて以来、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、訪問購入など多岐にわたる取引形態が規制対象となっています。特商法の改正は常に消費者保護の強化を目的としており、その都度新たな規制や罰則が導入されてきました。特にインターネットの普及や高齢化社会の進展に伴い、通信販売や社会的弱者に対する保護が重要視されるようになりました。勧誘方法の規制、誤った情報や圧力を用いた勧誘は禁止。事前説明義務、契約内容や取引条件を事前に説明すること、契約書面の交付義務、契約成立時に詳細な契約書面を交付すること、クーリングオフ制度、契約書面を受け取った日から20日以内に契約を解除できる権利。現在、特商法は消費者保護のための強力なツールとして機能しており、消費者が安心して取引を行える環境を整えるために重要な役割を果たしています。これからも、社会の変化や新しい取引形態に対応するために、特商法は進化し続けることでしょう。ネットワークビジネスを始める際には、特商法に基づく適切な手続きを踏むことが重要です。また、消費者としても特商法の権利を理解し、自己防衛を図ることが大切です。この法律を理解し何度もこのチャンネルの動画を視聴していただくことで、安心してビジネスを進めることができるでしょう。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルではネットワークビジネス企業解説を中心に毎週金曜日18時に動画をアップしていきます。取り上げてほしい企業やまとめてほしい内容がございましたらコメント欄までお願いします。それではまた。